撮った方がかっこいいです。写真の動画の撮影は全然大丈夫ですからね、いっぱい撮って帰ってください。横須賀で一番の有名人、小泉純一郎さんすら乗れなかったんですね。はい、じゃじゃーん、横須賀中央駅に来ております。と言いますのもですね、ちょっとですね、ここら辺の横須賀をちょっと一望できるところに行ってみたいと思います。それでは、レッツラカレー。と言いますものですね、横須賀といえばカレーです。ですんで、今一番有名なところの横須賀中央の駅から徒歩数分のところにあります横須賀海軍カレーの方に行ってみたいと思います。それではレッツラゴー。うわ、なんとこんなところに横須賀海軍カレーがございます。なんと横須賀の米軍基地じゃありませんか。そこ勝手に取ったらダメですよ。ここで横須賀軍港巡りクルーズターミナルでございます。めちゃんこ並んでます。ちなみにですけども、この船で一番暑い場所は1階の後部デッキです。1階後部デッキは灼熱です。というのもエアコンの室外機がありますので、常に熱風が漂っている状態です。そのため後部デッキにいるぐらいでしたら2階に行かれた方がよっぽど涼しいかと思います。本日は日本全国でも大変珍しいクルーズ、この横須賀軍港巡りご乗船いただきありがとうございます。この港、横須賀本港と隣にあります長浦港、この2つの港を回るクルージングになります。ではまず目線を左手前方桟橋の上をご覧ください。当社の営業が手を振っております。ぜひ繰り返してあげてください。手振ってるのに繰り返してくれないとすっごい寂しい気持ちになりますからね。日本事務所内にいますから僕と比べてください。だいぶ白いですよねただ僕は普段ですね、仕事上長ズボンしか履けませんので、この時期ハーフパンツとかも履けない状態となってるんですね。もう腕だけが黒くて足が白いのでちょっと恥ずかしくてですね、履けない状態になっちゃってるんですけどね。その話はどうでもいいですね。そして万が一です。船から海にダバーンと落ちた時です。今右手に見えてます土地、もうすでにアメリカ海軍第7艦隊の基地になってるんですね。なので泳ぐ方向左です。左が日本です。軍港巡りなんや、これだけちゃんと覚えておいてください。もちろん冗談ですからね、助かる方で泳いでくださいね。さあ、そんな話をしているうちに右手前方から船体、黒い船、潜水艦が見えてまいりました。こちらの潜水艦は海上自衛隊の潜水艦になるんです。右はアメリカの基地とご案内しましたが、この基地の中に海上自衛隊の潜水艦の司令部が置かれておりますので、潜水艦だけは普段からアメリカの基地に止まってるんです。今潜水艦の方が手振ってくれてます。よかったら皆様も繰り返してください。ちゃんと向こうから見えてますからね。ありがとうございます。暑い中ありがとうございます。なんだかこの言葉言うとこの船選挙カーに見えそうですけどもね。船全国でもたったの2カ所になりますので、艦船の中でもなかなか見れない船となってるんですね。183番イーズーという船はやっぱり頭から撮った方がかっこいいです。
この183番出雲、今現在海上自衛隊の中でも一番大きな船となっております。長さが約250メートルあります。250。こんな大きな船何に使うの？ヘリコプターの離着艦に使うんですね。なので出雲には約14機のヘリコプター積み込むことができます。そんなにヘリ乗せてどうするの？敵の潜水艦探すために乗せてるんです。潜水艦は普段海の中に潜り隠れてます。本当に見つけることができないそうです。なのでこの出雲を中心とし、空からそしてより遠くから潜水艦探しやすくしているんです。またヘリコプターというのは災害が起きた時頼りになる乗り物なので、日本とかでですね大きな災害が起きた際はすぐさま現場に向かってくる。こちらの潜水艦も海上自衛隊の潜水艦になります。今潜水艦の甲板見ますとね、走りながらになっちゃいますが水をかけてますよね。そりゃそうです。潜水艦の色真っ黒です。今どんどん日の光吸収して熱くなってます。床自体、潜水艦のですね床自体も熱くなりますが、床が熱くなるということは船の中も熱くなってしまうということですから、はい、あのように水をかけないとエアコンが効かなかったりするということなんですね。ただ私の勘違いでしたね。普段ああやってエアコン効かせるために水かけるというのもあるんですが、帰ってきたばっかりの潜水艦でしたね。失礼しました。昨日はですね、ほとんどイージス艦です。アメリカ海軍のイージス艦になります。ではまず普通の艦船とイージス艦の見極め方ご案内いたします。意外と簡単です。今右手真横、岸壁のすぐ裏に番号見えてきましたね。85番というのが止まってます。この85番の中で一番背の高い鉄塔を探してください。マストと呼ばれる場所、そのマストの付け根からちょっと下です。船体よりもベージュ色の亀の甲羅のような薄っぺたい板ついてません？八角形の鉄塔の付け根のちょっと下ですよ。今2枚ついてるなーって確認できるはず。あれがですねイージス艦の目です。レーダーになります。なのでこれから板付けた船をイージス艦と思ってください。そうすれば普通の艦船とイージス艦の簡単な見極めになるんですね。なので85番の影から何隻も艦船出てきますけどね、これさえ覚えれば、うわ、いっぱいイージス艦止まってるんだっていうのが分かっていただけるかと思います。すぐさまイージス艦飛んできたミサイル全部に的を合わせまして、そして危ないものから順々に撃ち落としてくれるんです。これだけの性能を持ってますので、もうほとんどのミサイル攻撃防いでくれる。そういったことからギリシャ神話に出てくる万能の盾イージスという名前が付けられたということなんですね。そしてもう皆さんお気づきですか？右手69番現在出航中となっておりますね。はい、岸壁から離れてますからね。69番今出航中となっております。ぜひ写真撮っといてくださいね。我々この軍港を巡りしているの民間の会社ですから、艦船の出入港は管理できません。このようにタイミングがあったお客様しか写真に収めることできませんからね。ぜひパチッと1枚撮っといてください。原子力潜水艦はいつ入港しいつ出港するかが目処が立ちません。横須賀はもちろん日本のどこにも基地を置いてませんからね。なので今日タイミングよく見れたのは運が良かったと思ってください。白い建物はジャムステックと呼ばれる場所、深海6500という潜水艇を持っていることでまだ有名でしょうか。名前のまんま人を乗せたまま6500メートルまで潜れる潜水艦、性能すごいんですけどね、乗れる人数が3人なんです。操縦士、副操縦士、研究者の3名だけ。一般の方乗せてあげたくてもなかなか乗せれないのが現状。横須賀で一番の有名人、小泉純一郎さんすら乗れなかったんですね。という船が見えてまいります。タイミングアウト、この404番千代田とかも一般開放ありますからね。では404番の案内に戻します。404番千代田、潜水艦を助ける船です。潜水艦普段海の中に潜り隠れてますね。何らかの故障で浮上浮き上がることできなくなったら乗組員大変、見捨てることできませんので404番千代田が必要なんです。小型の潜水艦1隻しまってるんです。
その潜水艦を海に下ろして入り口同士をつなげて救助をする、そういった船となります。そして404番から目線前向けると、こちらにも潜水艦が2隻止まってます。この2隻の潜水艦たちも海上自衛隊の潜水艦たち。意外とちっちゃいんだって思った方、これ目の錯覚です。陸に上げたら潜水艦ジャンボジェット機とほぼ同じ長さありますからね、結構大きいんですよ。そして潜水艦、どこにも番号名前書いてません。これが普通。番号名前書いちゃうと潜水艦のある程度の行動分かります。行動分かるということは海に潜って隠れる意味がなくなりますから、あえて書いてない。色が黒、これ海の中にいるからです。海って潜れば潜るほど日の光届かず暗くなりますね。そして海面から頭出すときは見つかりたくないんで夜を選ぶ、闇夜に紛れるようにと黒が選ばれたということです。湘南という船が見えてきますから、海の調査船です。海底の地質、砂なのか砂利なのか、潮の流れ、潮の濃さ、塩分濃度、こういったのを調べる船となっておりますね。潮の濃さまで調べるの？私も聞いてびっくりしました。1階のお客様、この部分が推進系魚群探知機なんですけどね、例えば潮の濃さが違うだけでこの反応の仕方がガラッと変わっちゃうんです。分かりづらくなったり、すごく分かりやすくなる塩分濃度っていうのがありましてね、なのでこういったのを調べなくてはいけないということなんです。そしてその手前にいるのが2番熊野という船。2番熊野の番号右上、大砲ついてます。箱から長い棒が出てます。あれ今日の中で一番弾飛びます。ツナー43キロ飛びます。ここから羽田空港です。羽田空港に置いたドラム缶ほぼ100発100中なので、今大砲1門1つないし2門2つで十分という形。そしてこの2番のタイプが一番新しいタイプなので、形が全然違う、つるんとしてますよね。この形にするとレーダーに映りづらくなるんです。船ってレーダー装備してるんですが、目標物の凸凹が多くなればなるほどレーダーにはっきり映るんです。どれくらい大きいのか。ただ2番のように絶妙な角度でつるって作るとレーダーにちっちゃく映るんですね。ではまず順序立ててご案内していきます。入り口の蓋、なぜ隠す？もしお客様の中に数学物理詳しい方いましたら、入り口の鉄板の厚さ見ただけで何メートルぐらい潜れる分かっちゃう。なので隠さなくてはいけません。どれくらい潜れるかが一番潜水艦にとって命取りの情報になりますから。そして111番の隣にいるのが153番夕霧。153番夕霧、よかったら写真撮っといてください。次回見れるか分かりません。デビューして34年経ってますので引退してるかもしれないんです。海上自衛隊はですね、大体30年くらい使うとまだ使えるかな、違う任務で使おうか、引退させようかっていう判断が始まるんです。30年で引退もったいないと思うかもしれませんが、逆に皆さん30年前の技術で仕事できますか？私は無理ですね。携帯ほとんどないです。ポケットベルの時代、パソコンじゃなくワープロの時代に作った船が今でも頑張れる、これむしろすごいことだと思います。海上保安庁の船、海上保安官も一緒にソマリア派遣ってされてます。あんまり知られてないんですけど、というのも海上自衛隊の方が海賊捕まえても逮捕ができないんです。手錠をかける権利がないんですね。その権利を持つのが白い船、海上保安官になりますので、何名か自衛隊の船乗せて一緒にソマリアへと行ってくれてるということなんです。そして110番高波から目線を前に向けると出雲という船がまた見えてまいります。海上自衛隊で一番大きな船。どうにかこうにか全体写真撮っといてください。というのも今年また改修工事が入るんですね。またのご乗船お待ちしております。どうもありがとうございました。
クルーズ船すごく楽しかったです。おすすめです。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次回の動画まで。バイバイ。